ああ、ここにいたか。皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は星6ガードスルトの紹介をしたいと思います。それでは早速見ていきましょう。1、キャラの紹介です。イラストレーターはアスク先生、声優は堀江由衣さんです。基本設定、炎の魔剣を携わり、それにまつわるあまたの記憶を継承する少女。人間は過去の記憶によってできているとしたら、曖昧な断片しか持たないスルトがずっと過去を探す旅にいることも理解できる。人はそれを不幸に思うかもしれないが、彼女はその過程を重視し、自分なりに楽しんでいる。背景設定、設定上はサルガズがスルトというコードネームやレーバテインという武器を所持していることから、お察しの通り北欧神話に登場する炎の巨人をモチーフとしている。アークナイツの世界観ですでにクトゥルフ神話が登場しているが、他の神話系はどういう位置づけになるか今後注目していきたい。2、職業役割の紹介。術攻撃ガード。通常攻撃で術ダメージを与え、敵の走行に左右されず安定な火力が期待できる。高台が制限されるマップでは地面マスにおける術ダメージ要因として重宝される。3、ステータス分析。まずは基本ステータスです。攻撃力はカンストで772、同色では1位の高さ。だが攻撃間隔は 1.25 で、術攻撃ガードでは珍しく素質での強化はない。そのため通常攻撃の DPS は平均レベル、 HP と防御はレア度通りの数値で、術耐性も通常の15だが、星5の同色では片方 HP 特化、片方防御特化のせいで霞んで見えますが、心配はいりません。スルトの強さは後でおのずと分かってきます。コストは19、昇進1で21となる。星5と同じコストとなっており、ちょっとお得な気分。ブロック数は1、ブロック役は他の適任者に任せましょう。攻撃範囲、術攻撃ガードといえば前方を1マス。特性、敵に術ダメージを与える。敵の走行ではなく術耐性でダメージがカットされる。鋼ガニは 85% で唐突1位。サルガズ勢やアーツ使いはだいたい 50% ぐらい持っている。よく出る耐性持ちの敵は覚えておきましょう。危機契約タグで強化されると 100% 以上になることもよくあり、その場合は 5% の最低保証ダメージしか与えられません。素質1、昇進1で獲得。敵の術耐性を10に無視する。耐性無視の効果はスルト本人にしか使えない。前述の通り術耐性はパーセンテージ計算なので、全体的には通りやすいが、逆に軽減する手段が限られており、なかなか削りきれない。この素質は最後に計算されるため、たとえ 100% 耐性の敵でもスルトの前では 80% となる。ちなみに耐性が 100% 以上の場合、100とされてから計算する。つまりスルトはこの素質で最低でも 20% のダメージが通るようになる。素でも十分に強いんですが、この素質は組み合わせでさらに化けます。以下はイフリータとのコンビで 100% 耐性の敵を例に挙げます。このような式になり、最初の20はイフリータの S3、次の 60% は素質、最後の20はスルトの素質。最低保証ダメージしか入らないような耐性を一気に 28% まで削減し、これで完全に仕事範囲内に入るようになる。素質2、昇進1で獲得。致命ダメージを受ける場合 HP1 をキープし、4秒後に自動退場する。致命ダメージを受けた時点で退場は決定だが、それまでの間は戦闘続行する。いかなる強敵でもこの素質のおかげである程度の処理時間が保証される。退場は撤退とみなされ、初期配置分のコストが半分返却される。それでもスルトを手動撤退させて、ブーの音を回避するドクター。わかります。ブー音が鳴ったらなんか損した気分になりますよね。だけど大丈夫です。この素質が発動したら、スルトは治療を受けなくなり、ヒールを無駄に吸う心配もありません。潜在1から5です。DPS の強化は通常運用では体感できないほど 5% 以下にとどまる。戦闘続行を1秒延長する潜在は強そうに見えるが、強いんですが、
実戦では他の戦術でいくらでも調整できるため、引き等級30あたりまで、ギリギリ攻めていきたい方は確保しましょう。もちろん最強のスルトというロマンを追い求める気持ち、すごくわかります。個人の力量で判断しましょう。それではここからはスキルの紹介、解説です。スキル1、次の通常攻撃の攻撃力が 310% となる。敵をその一撃で倒したならリチャージする。310% の倍率はシルバーアッシュ S1 の 290% を超える。ともに最大強化でチャージ2となり、実際に使ってみると強さがわかるスキル。リチャージは強化攻撃で敵を倒す場合のみ発動する。意識して運用するのが難しく、運よく連続キルが決まったらラッキーみたいな感じで使いましょう。オリジムシを、気持ちよくさばけます。スキル2、攻撃力プラス 120%、攻撃範囲プラス1マス、攻撃目標プラス1、敵が1体のみの場合、さらに攻撃力が 160% になる。まず18秒持続、18チャージの回転率がいい。そして倍率について、2体攻撃時はラップランドとアステシア以上の火力で、1体攻撃時はスカジ S2 以上の火力となる。攻撃範囲は前方2マスとなることで、重装の前方や斜めマスはもちろん、場合によっては後方配置も可能で、陣形の自由度が高い。術攻撃ガードとして本職での運用では申し分がなく最優秀の部類に入るスキル。スキル3、HP を瞬時に全回復し、攻撃力プラス 330%、攻撃範囲プラス2マス、攻撃目標数プラス3、HP 上限プラス5000、HP を失い続け、60秒以後は最大に達し、1秒ごとに 20% の最大 HP を失う。デバフ付きの永続スキル。リリース以来、新銀山、イラプションは決戦スキルの中でも高性能で、王者として君臨してきた。今やようやく新しいライバルが出てきた。以下に4つのパートに分けて紹介します。まず初動の速さ。S3 は最大強化で5チャージとなり、配置後5秒で発動できる。一方、新銀山は初動75で90チャージの15秒。イラプションの場合は素質ガチャ次第だが平均10秒ぐらいが必要。スキル発動装置と化した2人が高速再配置のように高難易度ステージで駆け回る姿を多くのドクターたちは熟知している。彼らにとってスルトはまさにライバルでもあり、心強い援軍でもある。次に火力。新銀山の DPS は1900台で、イラプションは3500、S3 スルトは2700ぐらい。トータルダメージで言えば、新銀山もイラプションも5万を超えており、スルトの場合は敵の火力と味方の治療で変化する。敵なし、フォローなしの場合は約30秒生存で、エリート相手には体感では15秒ほどは持つ。つまり理想プレイでは9万超えで、通常は4万5000程度のダメージが出る。ちなみに素質のおかげで22耐性を皮切りにイラプション以上の火力が見込める。そして範囲。スルトは前方3マスで最大4体まで。それはさすがに広範囲。6体まで。かつ対空も可能な新銀山とイラプションよりは劣る。実戦において敵が解ける速度が速いため、対象数の差はあんまり感じられないが、範囲は汎用性と直結しているため、それだけは意識しよう。逆に撃ってはいけない敵が存在するマップでは、こっちの方が有利に立ち回れる。最後は回転率。決戦スキルは基本再配置運用が主流なので、シルバーアッシュの素質強化を除けばみんな同じ程度。ここで注意するのが、スルトのデバフは徐々に強くなるもので、0.2 秒ごとに更新され、最大で1秒に HP1583 を失うようになる。永続なのにと思って、それを治療で補おうとすると、8人ぐらいが必要になってくるので、実に割に合わない。ロマンプレイ以外では再配置運用でいこう。ちなみに、デバフは追加の 5000HP からの影響が大きく、レベルを抑えて最大 HP を小さくしてもそれほど変わらない。以上のようにスルトの S3 を他の決戦スキルと比較しました。素質との相乗効果で総じて使いやすいスキルとなっており、メリットとデメリットをしっかり認識して運用していきましょう。基地スキル、昇進なし、訓練所に配置時、ガードのスキル訓練速度プラス 30%、
昇進25プラス 60% となる。ボイスであれこれ言っても結局指導してくれるスルト姉さん。4、同じ役割における位置づけ。シルバーアッシュ、エイヤ・フィアトラ。詳しくは S3 の部分を参照。通常ステージなら1人で十分。高難易度では共闘が当たり前になってくる。ユーネクテス。同じくブロック1。同じく単体相手に高火力。使いやすさで言えば配置後すぐにスキルが使えるスルトは勝るが、ユーネクテスはスルトのように強制退場はない。フォロー付きでの連続戦闘が可能で、S2 でのサポートもできる。5、運用アドバイス。基本運用です。術攻撃ガードとして運用するなら、雑魚が多いステージに S1、エリート的に S2。とは言っても基本 S3 決戦スタイルで行くことが多いと思うので、厄介な敵をブロックし、周りの雑魚と一緒に焼き払いましょう。それだけ？それではコンビネーションです。ワルファリン。スキル発動後 HP 全開する特性はS3 とは相性抜群。決められた時間内に攻撃を一発でも多く打てるように攻撃速度のバフも重要です。同じくバフと HP 回復してくれるワルファリンもありがたいが、S3 自体の倍率は十分に高いため、方が相乗効果が大きい。スズラン、サリア。敵の減速、術ダメージ増加と味方 HP 回復。スルトが欲しいものが全て揃っている。火力色2人入れるよりも火力色1人、プラスサポーター1人の方がダメージが出る時も多い。イフリータ、プラマニクス。ガチガチの耐性敵を無理やり剥がしていくスタイル。この中から1人選んでスルトと組ませれば十分。運用のコツ。スキルの HP 回復を存分に利用するため HP がギリギリになるまでスキルを温存してダメージを稼ぐことは多いが、やりすぎると素質が発動して退場のカウントダウンが始まってしまいます。HP が満タンになってからすぐに退場してしまうことがあるので、注意しましょう。6、育成アドバイス。育成優先度。シルバーアッシュとかエイヤのね、次に育てたい火力色です。スルトがいるだけで本当にね、ボス攻略は、簡単になるというか楽になります。特化は S3 優先で問題ないんですが、S1 と S2 も強いので、特化して損にはならないはずなんですけど、シルバーアッシュのように、強いのに新銀山のせいでいつになっても出番が来ないっていうね、そういうスキルとなる可能性が高いので、そこは自分で判断しましょう。ガチャ優先度。アークナイツは星6の初期勢が強くて、バランス調整も、しっかり、されているので、パーティーを趣味で埋めてもステージ攻略で積んだりは、基本的にはしないですね。それは今でも変わっていないんですが、スルトの性能は初期と比べても、本当に引きを取らないのと、特にエイヤ、シルバーアッシュを持ってない、あるいは片方しか持っていない方は、ぜひこの機にスルトを入手し、決戦スキルを楽しみましょう。はい、それでは実況プレイの時間です。今回私が選んだ戦役は、大陸版で現在絶賛稼働中のアークナイツ初となるオンラインイベント、ディフェンスプロトコルでスルトを使ってみようと思います。これ画面左がメインアカウントで、右がサブアカウントですね。メインアカウントで部屋を作ってから、サブアカウントでその部屋に入って、一緒にやるっていうような感じなんですけど、これ見てもらったら分かる通り、サブアカウントはもうランセット2だけですね。ランセット2も使わないんですけども、何がしたいかというと、上層仮想ってありまして、上層で処理しきれなかった敵は全部仮想に流れてくるんですね。なんで、メインアカウントは仮想なんで、すべての敵を仮想で処理するっていうような感じです。ここのマップすごいスルトが活躍する場所やなと思ったんですけど、マドロックのね、巨像が出てきますんで、このようにね、下にね、もいますよね。これマドロックの巨像、まず1体目を上層で止めないと、もう出てきます。すぐに出てくるんで、これをね、処理するために、シルバーアッシュ、そしてスルトなんかをね、使います。
同時にね、雑魚敵も来るんで、こういう感じでね、地面に置けてブロックできて、ボスにもダメージ与えれて、雑魚も処理できるっていうね、やっぱり新銀山とね、このスルトのスキルは本当に使いやすいです。そして、その2人だけやってもね、ちょっと心もとないんで、アンジェリーナ入れたりとか、エリジウムをね、一緒に入れたりっていうような感じですね。最近のね、もう大陸版の高難易度コンテンツっていうのは、誰かオペレーター1人でどないかするっていうような感じではちょっとなくなってきてるんですね。共闘が結構当たり前になってきてて、僕はすごいいいことやと思うんですけども、1人のね、星6オペレーターでなんとかなるのはもう正直、グローバル版やったらまだなんとかなるかもしれないんですけども、大陸版は結構、こういう風に共闘しながらね、ボスを、強い強敵をね、倒すっていうのが割と当たり前になってきたのかなと思います。そしてまた上から、巨像が出てくるんで、こちらも、再配置、低速再配置のシルバーアッシュと、スルトで、片付けます。状況によりけりですけどね、配置の仕方によってなんで、別にスルトとか、シルバーアッシュじゃなくても、シュバルツ使うとか、シュバルツプラス、スズラン使うとかね、そういういろいろね、いろいろあります。ただ、やっぱり使いやすいですよね。ブロックも提供できて、それなりに再配置時間も短い。かなり使いやすいですね。やっぱり低速再配置、ボス決戦兵器とね、言われるぐらいですからね。そして今ちょっと右の画面ちょっと見にくいんですが、巨像が3体います。これ上で1体も処理できなかった場合は3体とも下に流れてきます。なので最後ですね、再配置したシルバーアッシュ、まず雑魚敵がちょっとややこしいんでシルバーアッシュ、新銀山で片付けながら、マドロックやったらね、巨像1人ぐらいは止めれるんですけども、やっぱ3体となったら無理ですね。ここでスルトとアンジェリーナ、あとエリジウムのねスキルなんかを使ってね、同時に焼きます。これめっちゃ気持ちよくないですか？全員マドロックの S3 でスタンしてから、スルトで焼き払っているっていうね、すごい気持ちいいですね、これ。はい。2体目も倒し終わりました。あともう1体ね、なんとかスルトでやりたかったんですけど、ちょっと持ちませんでしたね、今回のこの録画は。けど大丈夫ですよ。もう残り1体になれば、マドロック1人でなんとかなるんではい。ギリ間に合わなかった。あと一発ってな感じでねそんな感じでね、ちょっとスルト使ってみて面白かったステージなんでね、今回こちらを紹介させていただきました。それでは実況プレイのコーナーはこれで終わります。時間の無駄。ここまでご視聴していただきありがとうございます。それではスルトの大まかな能力指標図を紹介します。スルト、火力、S1、S2 の性能は優秀、本職運用は問題ない、S3 は最強クラスの決戦スキル、耐久、素質以外では生存を助ける要素はない、汎用、ブロック1は心もとないが、それ以上の性能を持つ、ボスステージにいると安心、補助、火力に全振りしており補助の性能はしていない、性格だけでもきつそう、死ね。特化、素でも十分に強いが、補助を入れればさらに化ける、敵が不幸に見える。話にならない。性能面の話はさておいて、スルトは今となっては性能面ばかり見られがちですが、イラスト、声優、キャラ設定など、本当に素晴らしいですよね。大陸版で新星6オペレーターが出るときって、基本的には PV や公式生放送なので性能は出ていないんですよね。そっちの方がテンションが上がると言いますか、私は突目的じゃない限り性能云々であまりガチャを引きませんが、本当に使いやすいのは事実です。そして北欧神話でのスルトの立ち位置は世界を焼き尽くす存在。アークナイツの中でもその一面が垣間見えることでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。